菊の丸ガレージにようこそ。今日はこちらのヤフオクで18万円で買ったちょっとポンコツのジムニーなんですが、買ったとこからいろんなところが故障してます。でその一つにパワーウィンドウが壊れて、運転席側のスイッチで操作しても助手席側のパワーウィンドウが下りなかったんです。ただ助手席側のスイッチで操作すると助手席側のパワーウィンドウは上がり下がりがする、そういう状態でした。今回運転席側のスイッチを押してもパワーウィンドウが下がるんですけど上がらないっていう症状が出ました。これね、パワーウィンドウあるあるだと思うんですが、下がるんですけど上がらない、どんどんこう深みにはまって最後は全開になって雨の中走って帰ってくるっていうよくあるパターンですが、今回たまたま全然上がらなかったのが、こういろいろぐず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 やってると最終的にはなんとか上がりました。最近雨多いので良かったなと思ってるんですけども、このままじゃいかんので早速スイッチの方購入しました。いろいろ調べてみるとパワーウィンドウの故障っていうのはだいたい大きく3つあるらしいです。で1つがモーターの故障で、2つがウィンドウを上げ下げするレギュレーターの故障で、3つがスイッチの故障で、最初のモーターとレギュレーターの故障っていうのは直すのがちょっと面倒くさいですけども、スイッチの故障だと簡単に交換するだけでいけるそうです。スイッチを購入する時の注意点なんですが、スイッチ自体に7ピンと10ピンの2通りあるみたいです。で中を覗いてもらって、ピンが7つあるのが7ピン、これが10個あるのが10ピンです。10ピンの方はちょっとお値段が高いらしくって、詳しくは調べてませんが、私のはたまたま7ピンでしたので Amazon で調べてみるとなんと1800いくら1800円台で買いました。1826円かな、そのぐらいの値段で買えたので、今からこのスイッチに交換したいと思います。で実際にこれだけ安いと本当にきちっとつくのかっていうのがまず最初の心配で、2つ目が本当に動作してくれるのかなというのが心配です。それと1800円と安い要因の一つにオート機能がついてないみたいです。オート機能はないんですがオートの記入はあります。オート機能がないと少し不便ですけども、その辺は安いので我慢できるということでこちらの1800円のを購入しました。じゃあ早速つけていきたいと思います。このスイッチの外し方は簡単で、手前の方に内装剥がしを突っ込んで中のピンを押し込むようにすると抜けます。構造的にはこういうピンがついているので、これを押し込むような形で、それで持ち上げてやるとこれは外します。ピンの数を確認するために一度外してますので、もう簡単に外れると思います。ちょっとバカになってると思います。なんか壊れてますね。このカバーを留めてる爪が折れて中のピンががっちり食い込んじゃって取れなくなってます。ちょっと別の方法で取り除いてみます。千枚通しを使ってみます。本来はこれとこれがもっとかっちり止まっているはずですが、前回こう持ち上げた時にこっちの爪を折ってしまってちょっとこうふにゃふにゃになってて、それで取りづらかったです。これもグラグラしています。で新しく買ったやつはやっぱりその辺がきっちりついてるのでグラグラしてないですね。通常は先ほども言ったようにこの出っ張りで引っかかっているので、
これを押し込んでやるようにして上に上げてやれば外れると思います。古いスイッチの動作確認します。今日は調子いいです。やっぱり上がらないですね。下がるんですけど上がらないんです。これを新しいスイッチに交換します。このコネクターの外し方は爪を押し込んで上に持ち上げてやれば外れます。形状が全く同じで、普通は部品番号が売ってあると思うんですが、こちら全然部品番号が売ってないんです。多分前のオーナーさんもこの安いスイッチに交換してたんだと思います。買った時からオートが動作しなかったのはもともとその機能がないスイッチだったんだと思います。交換します。でこれで動作確認します。上がりました。ホッとしました。このパワーウィンドウの動き自体はいいので、これで良かったです。オート機能はないです。助手席の方も確認してみます。これで動くかどうかを。購入して初めて運転席側のスイッチで助手席のウィンドウを上げ下げすることができました。せっかくなので今から古いスイッチを分解します。分解することで原因がつかめれば、今つけたスイッチが同じように故障した時に修理できる可能性があるので分解してみます。裏側にある3つのネジを外します。カバーの下に隠れていたネジを外します。スイッチの表側のカバーを外します。このカバーは爪で引っかかっているだけなので、爪を押し込むようにして外します。最後にパワーウィンドウのロックスイッチのカバーを外すと、すべてのカバーが外れ、基板が顔を出します。パワーウィンドウのスイッチを操作すると、基板上にあるプラスチックがスライドする仕組みです。助手席のスイッチも同じようにスライドします。このスライドするプラスチックを取り外して中を確認してみます。プラスチックがスライドすることによって基板上にある2つのスイッチのオンオフが切り替わるようになっています。基板を詳しく確認しましたが、特に断線などは見られません。スライドをするプラスチックがすり減って、そのせいでうまくスイッチが入らなかったのかもしれません。残念ですが原因は分かりませんでした。今回はスイッチの交換も非常に簡単でしたし、パーツ代も1800円と非常にリーズナブルだったので、いい修理ができました。こちらの車、まだ直さないといけないところはいっぱいあります。外観はそんなに綺麗にピカピカにするつもりはないんですが、ヘッドライトが黄ばんでたりするのはちょっとみすぼらしく見えてしまうので、その辺は少し綺麗にするとか、買った時より機能も見た目も良くなるように
していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してこの先どのようになるかっていうのをご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。グッドボタンお待ちしてます。